最近2階の右上の部屋で作業することが多いです。ところが1階のルーターの電波が届きません。2.4 ギガがやっとで5ギガは絶望的な状態です。こちらのノート PC の Wi-Fi モジュールは AX 対応に交換済みです。1階の AX 対応ルーターの近くなら5ギガの下りで 370Mbps 出ていました。そこで中継機を購入しました。購入したのは TP リンク製の RE605X です。その結果5ギガで 170Mbps の性能になりました。さらにアクセスポイントを2階に設置して、そこからも電波を出すようにしました。2階内では LAN ケーブル設置が可能なため、有線で中継機とは接続しています。その結果下りで 310Mbps と、ほぼ1階のルータ近くと同じ環境になりました。アクセスポイントの方が中継機より速い理由ですが、中継機はルーターと子機の両方の面倒を見るので、電波が被る問題があります。アクセスポイントから電波を出してやれば、中継機はルータとの通信に専念できます。ただし中継機とアクセスポイントを十分離す必要があります。購入した中継機を開封していきます。近所の電気屋さんで買いました。実は Wi-Fi ルーターを中継機として使う予定だったのですが、最近の TP リンク製は中継機能がないようです。ここで登場するアクセスポイントは間違って買ったものの再利用です。転んでもただでは起きません。簡単なマニュアルが入っていました。コンセント直付けのため AC アダプターもありません。AC アダプターですが、電圧の違うアダプターを間違って使って、機器を壊したことが何度かあります。アンテナがこのように伸びます。側面にあるのが LAN ポートです。この LAN ポートとアクセスポイントの1を接続します。今回中継機の設定は PC を使いました。中継機をコンセントに挿したら PC と LAN 接続します。PC の電源を入れます。PC の電源を入れた状態で LAN ケーブルを接続するとうまくいかないことがあります。ウェブブラウザーで 192.168.0.254 にアクセスします。パスワードを設定します。このパスワードは Wi-Fi のパスワードではありません。中継機の設定等を変更するためのパスワードです。あとは拾った Wi-Fi ルータのパスワード等を設定すれば完成です。このようにランプが点灯すれば Wi-Fi ルータからの電波を受信しています。次にアクセスポイントを設定します。アクセスポイントとなる Wi-Fi ルーターの1ポートに中継機の LAN を接続しておきます。LAN ポートのどれか一つを PC と接続します。先ほどと同様に 192.168.0.1 にアクセスします。ルータによってはボタン一つでアクセスポイントになる機器もあります。ここでモードを変更するを押します。AP ブリッジモードを選択するとルーター機能が停止してアクセスポイントになります。
アクセスポイントの SSID やパスワードの変更もありますが、ここでは省略します。こちらは改善された Wi-Fi 環境の速度をグラフ化しました。このグラフでは下りと上りも表示しています。1階から2階へ LAN ケーブルを引けばというツッコミはなしでお願いします。よろしかったらチャンネル登録お願いします。